お金持ちって聞くと、皆さんどんな姿を思い浮かべますか？なんかすごくきらびやかなイメージがありますよね。でも、実はその実態って私たちが思ってるのと全然違うかもしれないんですよ。じゃあまずはこちらの詳しい比較から見ていきましょうか。一体何が違うのか紐解いていきましょう。こちら見てください。左側が、私たちがよく思うお金持ちのイメージ。で、右側が本当に豊かな人たちが実際にやっていること。これ面白いですよね。彼らにとって大事なのは見せびらかすことじゃなくて、自分の人生そのものをいかに良くしていくかってことなんですね。じゃあまず一番わかりやすいシンボル、そう、高級車から見ていきましょう。これ意外に思うかもしれないですけど、本当に豊かな人たちにとって車を持つことって実は大きな損だと考えられてるんです。もちろん、これって単純に車を買う値段だけの話じゃないんですよ。本当のコストっていうのは、普段あんまり意識しない目に見えないところに隠れてるんです。そう、税金でしょ、保険でしょ、それからメンテナンス、あと手続きにかかる時間も。こういったもの全部が彼らにとっては時間とか自由を奪っていくただのノイズ、つまり雑音でしかないってことなんです。まさにこの言葉が彼らの考え方をズバリ表してますよね。渋滞にはまったり駐車場を探してぐるぐる回ったりする時間って何も生み出さない、全く生産性のない労働だと、そういうふうに考えてるわけです。だから彼らは運転をプロに任せる。そしてその移動時間を仕事場にしたり、あるいは休むための場所にしちゃうんです。これって単に移動にお金を払ってるんじゃなくて、一日の中の生産的な時間を買い戻すためのすごく戦略的な投資なんですよね。この時間も大切にするっていう考え方は人間関係の作り方にもつながってきます。例えば食事、こういう社交の場も彼らにとってはものすごく重要な投資対象として見られてるんです。ここでちょっと驚くような話があるんですけど、本当のお金持ちってなんと一晩にディナーを2回もすることがあるそうなんですよ。なんでって思いますよね。一体どうしてそんなことするんでしょうか。答えはやっぱり時間の効率化なんですね。同じ信頼できるレストランで会食を2つセッティングする。そうすればお店からお店への移動時間が完全にゼロになりますよね。それで大事な人たちとより多くの、そして深い時間を持つことができるというわけです。だから彼らは話題になってる新しいお店に次々行くみたいなことはしないんです。だって大事な会食で失敗は許されないですから。全てが完璧に進むように、いつも使っている信頼できる行きつけの店、いわば勝負レストランに頼るんですね。この考え方、実は旅行でも同じなんです。たくさんのレビューサイトを見て時間を無駄にするんじゃなくて、特定のホテルの支配人と直接つながっておく。これも人間関係に投資することで安心っていうお金じゃ買えない価値を手に入れる方法なんですね。さて、ここまで車を持たなかったり食事の時間を工夫したりして彼らがどうやって時間を生み出しているかを見てきました。じゃあそうやって作った貴重な時間とエネルギー、一体何に使ってるんでしょうか。その答えこそが彼らにとっての究極の資産なんです。まずそのエネルギーは自分自身の内側に向かいます。例えばいつも同じ服を着るみたいに持ち物をぐっと減らす。そうすることで、今日は何を着ようかなみたいな日々の小さな選択に使う脳のエネルギー、いわゆる決断疲れをなくしてるわけです。じゃあ彼らが一番価値を置いている究極の投資先って一体何なんでしょう。それはもちろん車とかブランド品みたいなものではなくて、それからただ楽しいだけの経験っていうことでもないんです。彼らが持っているリソースをすべて注ぎ込むもの、それこそが自分自身の心と体っていう資本なんですね。新しいことを学ぶ教育、頭をすっきりさせる読書、そして何より健康。これらは彼らにとっては経費なんかじゃなくて、一番大事な資産である自分自身をもっと良くするための戦略的な投資なんです。車って時間が経つと価値が下がりますけど、知識とか原稿っていうのは人生を通して福利みたいにどんどん価値が増えていきますからね。さて、ここまでいろいろ見てきましたけど、じゃあ私たちはここから何を学べるんでしょうか。突き詰めるとたった一つでもものすごくパワフルな哲学に行き着くんです。つまり物に振り回される生き方をやめて、自分の時間とエネルギーを自分自身の成長とか
本当に意味のある人間関係とか、そういうものに集中させるっていうこと。最後にこの質問を皆さんに投げかけて、今回の解説を終わりにしたいと思います。あなたにとってお金以上に守りたい、本当に豊かな人生って一体どんなものでしょうか。ここまでお聞きいただきありがとうございました。